僕はずんだもん。最近ずんせいが虚無なのだ。もっと刺激的な日々を送りたい。そうだ、なんかでかいことをやるのだ。 iPhone を作ったスティーブ・ジョブズみたいに、飛行機を発明したライト兄弟みたいに、何かでかいことを成し遂げてバカモンを消したいのだ。ずんだもん。やーメタン、オスオスなのだ。いや、オスじゃないわよ。今、大儲けとか、いやらしい単語が聞こえたんだけど。違うなら、僕は純粋に世のため人のため、でかいことを成し遂げて、ついでに大儲けするだけなのだ。どの辺が、しで、なのよ。がっつりメインじゃないの。細かいことはいいのだ。僕も偉大な発明で世界を変えて、有名になるのだ。で、何を発明するの？それはまだ決めてないのだ。決めてないんかい。いやいや、そこが一番大事でしょ。でも、偉大な発明って、こう、ある日突然、ピコーンって思いつくものなのだ。いやいや、そんな都合よく思いつかないわよ。スマホも飛行機も、ちゃんと目的があって生まれたんだから。目的、なのだ。じゃあ、僕の目的は、大儲け、なのだ。動機がゲスすぎるのよ。もっと夢とか希望とかないの？じゃあ、楽して大儲け、なのだ。悪化してる。もう少し人類の未来とか考えなさいよ。別に金儲けは悪いことじゃないと思うのだ。そんな考えだからメタンはいつまでも貧乏なのだ。でも、どうすればいいのだ？何かを発明するにしても、僕には知識がないのだ。なら、システムを学ぶと良いわよ。システム？たまに聞くけど、そもそもそれって何なのだ？システムっていうのは、先人たちの知恵と工夫の結晶よ。システムの考え方を身につけると、効率よくでかいものを作れるようになるわよ。ほほ、それを知れば、僕もでかいことを成し遂げて大儲けできるのだ。だからいつまで大儲けって言ってるのよ。でもまあ、システムのことを知れば、数学の問題も解きやすくなるし、複雑な情報を整理できるようになったりいいことがあるはずよ。なぬ？それはすごいのだ。最初はシステムなんて、アホくさ、と思ってたのだ。なんか気になってきたのだ。いいわね。その好奇心、大事よ。じゃあ今日は、そんなずんだもんのために、システムとは何か、を解説するわ。よろしくお願いしますのだ。それじゃあ、今日はずんだもんのために、システムについて解説するわね。ずんだもんは、システムと聞いて、どんなものをイメージするかしら。パソコンとかスマホとかなのだ。そうね。パソコンもスマホもシステムの一つと言えるわね。他にシステムと言われて思い浮かぶものはある？最近、車のデジタル化が進んでるってニュースで見たのだ。もしかして車もシステムなのだ？というか、この世のすべてがシステムに支配されてるのだ。気づいたわね。ずんだもん。そう、この世界はシステムだらけなのよ。毎日、私たちは何かしらのシステムを使っているわ。スマホや車だけではなくて、ずんだもんの思考、社会や自然も、すべてシステムでできているのよ。でも、結局システムって何なのか、まだよくわからないのだ。わかったわ。今日はシステムの例として、あるものを用意したわ。何なのだ？ガリバートンネル。ガリバートンネルなのだ。そう。例の猫型ロボットの秘密道具よ。これで僕が小さくなって、ずんだランドを築くのだ。本当に小さくなったのだ。メタンも早く小さくなるのだ。いや、私は逆に大きくなるわ。そして漆黒のメタンハイドレートエネルギーを増幅させ、この世界に絶対的な。って違うわ。今日はシステムの話をするのよ。早く元のサイズに戻りなさい。
メタンコスの祈りだったのに人のこと言えないのだ。放っておいて。ガリバートンネルがシステムとどう関係あるのだ？実はガリバートンネルはシステムそのものなのよ。ウィキペディア的に言うと、システムとは外部からの入力を受け付け、処理を行い、システム外部へ出力を行うものなのよ。なるほど。つまり、ガリバートンネルは僕を入力して、僕を小さくする、処理をして、小さくなった僕を出力するってことなのだ。そういうことよ。システムの定義にぴったり当てはまるでしょ。確かに。でも、なんか聞き覚えがあるのだ。あ、そういえば、中学の数学で関数として習ったのだ。そう、それよ。数学の関数もシステムの考え方に近いのよ。今日は冴えてるわね。ずんだもん。僕の頭はいつも冴えてるのだ。じゃあ、関数のおさらいをするわね。関数とは、入力 x に対して出力 y の値を決めるものよ。言葉だけだとイメージしづらいのだ。関数はこの図みたいに箱とみなせるのよ。箱に x を入れたら y が出てくるのよ。図にしたらわかりやすくなったのだ。例えば x に3を足したものを y として出力する関数は y イコール fx イコールプラス3って書けるわね。2を入れたら2たす3で5が出てくるのだ。別の例よ。2分の1倍にしたものを出力する関数は y イコール fx イコール2分の 1x と数式で書けるわね。10を入れたら5が出てくるのだ。そう。ずんだもんがこの関数のガリバートンネルをくぐると、僕の身長は138センチメートルだから69センチメートルの僕が出てくるのだ。そういうことよ。つまりガリバートンネルは入力、処理、出力の流れを持つから関数と言えるわね。関数はシステムってことなのだ。そうよ。関数はまさにシステムの基礎概念なの。ここまでのまとめよ。システムとは何かを入力して何かの処理をして何かを出力するものよ。ちゃんと理解できた？バッチリなのだ。システムのことは分かったのだ。でも僕のイメージとはちょっと違うのだ。足し算とか割り算をしたいわけじゃないのだ。そう、僕は車みたいなめちゃくちゃすごいシステムを作りたいのだ。車の作り方を教えてほしいのだ。じゃあまず車ってどんなシステムなのか見てみましょう。そうこなくっちゃ。システムは何かの入力に対して何か出力をするものだったわね。さっき習ったのだ。その観点で言えば、車は燃料を入力してタイヤを転がして地面を蹴って進むシステムと言えるわね。車をシステムとして考えると面白いのだ。じゃあ車がどうやって燃料を使って進んでいるのか、システムの中身を見てみましょう。この図は車のざっくりとした構造よ。エンジンとかいろんなパーツがあるのだ。エンジンはガソリンを燃やして動力を生み出し、トランスミッションはエンジンから受け取った動力の回転数を調整して、ドライブシャフトはトランスミッションから受け取った回転を車体の後部に伝えるわ。ディファレンシャルは車が曲がる時に発生する左タイヤと右タイヤの回転数の差を吸収して、リアアクスルがディファレンシャルギアから受け取った回転をタイヤに伝えるのよ。車っていろんなことをして走っているのだ。ガリバートンネルよりも複雑で目が回るのだ。そうね。でもずんだもん。それぞれの部品のことを小さなシステムとして見れば、車の構造がわかりやすくならない？確かに、さっきのシステムの図と似ているのだ。そう。車は一つの大きなシステムだけど、実はエンジンやシャフト、タイヤみたいな小さなシステムの組み合わせでできているのよ。なるほど。それぞれが小さなシステムになってるのだ。例えば、エンジンは燃料を入力して燃焼させて
動力を出力するシステムと言えるわね。タイヤは動力を入力してゴムの弾力を生かして地面を蹴ることを出力とするシステムと言えるわね。つまり車は小さなシステムの組み合わせで動いているのだ。いいところに気づいたわね。こういう風に車のような複雑なシステムは小さなシステムの集まりでできているの。その小さなシステムをサブシステムと呼ぶわ。サブシステム？あるシステムの一部であるシステムっていう意味よ。サブシステムの考え方を知ったら車の構造がシンプルに見えてきたのだ。そうでしょう。しかもサブシステムの中にはさらに小さなサブシステムがあるのよ。どういうことなのだ？例えばエンジンのサブシステムとしてはエンジンを始動させるためのスターターモーター、熱で膨張した燃料や空気を動力に変換するピストン、燃料と空気を燃焼室へ出し入れをするバルブなどがあるわね。それぞれの部品が役割を持っていて、それが組み合わさってエンジンになってるのだ。そうよ。サブシステムはより小さなサブシステムの集まりと言えるわね。だけどどんどん小さなサブシステムを突き止めていって、これ以上小さなものはないってなったものをシステム要素と呼ぶのよ。突き止めたらどんなシステム要素が出てくるのだ？車の装置を小さな部品に分解していくとネジや筒みたいな部品が出てくるでしょ。車はネジや筒でできているのだ。これらがシステム要素と言えるわね。ちなみにネジを分解しようと思ったら合金に分解できるわ。さらに合金を分解すれば原子レベルまで分解できるわね。そこまで分解したくないのだ。実はね、このシステムの分解、中学校の数学で習っているのよ。そんなの習った覚えはないのだ。因数分解って覚えてる？そういえばテストで何度も複雑な数式を分解させられたのだ。じゃあ例として 2x の2乗足す 10x 足す12を分解するわよ。まず係数が全部2の倍数だから2でくくって 2×x の2乗足す 5x 足す6に分解できるのだ。次に x の2乗足す 5x 足す6を x 足す2と x 足す3に分解できるわね。分解できたのだ。でも因数分解とシステムの分解がどう関係するのだ？じゃあ分解したそれぞれの部分を関数で考えてみましょう。例えば入力 x に2を足す関数を gx、3を足す関数を hx、入力を2倍にする関数を fx とすると、さっき因数分解した式は f×gx×hx で表せるわね。ちょっとわかりづらい数式なのだ。図にするともっとわかりやすくなるわよ。さっきの車のシステムの図と似てるのだ。そうね。このシステムは3つのサブシステムで構成されているわ。システム全体の入力 X をサブシステム G と H が受け取って、それぞれが2と3を足して出力するわ。サブシステム F は掛け算された入力を2倍して出力しているわね。その出力をシステム全体の出力 Y としているわ。まさか中学校でシステムの分解を習っていたなんて驚きなのだ。そうね。因数分解をシステムの分解だと思うと面白いわね。ちなみに今回の関数のように関数の中に関数を組み込んだものを合成関数っていうのよ。合成関数？合成関数は高校3年で習う内容で、ウプ主の研究室の後輩たちがゴミ置き場から拾ってきた教科書に書いてあったわ。捨てられていたゴミを動画で再活用できて嬉しいのだ。ちなみにシステムを分解すると面白いことができるのよ。一体何なのだ？実はシステムをサブシステムに分解すると、この図のようにシステムは階層構造を持つようになるのよ。一体どういうことなのだ？さっきの車の例だと階層構造はこんな感じになるわ。なるほどなのだ。部品がバラバラに分解されていて、車がどんな部品でできているのか一目でわかるのだ。ここで大事なのは
階層が下がるほどシステムの処理がどんどん具体的になっていくということよ。どういうことなのだ？例えば階層の上にあるエンジンは動力を作るというざっくりとしたことをするけど、下の階層にあるネジになると部品と部品をくっつけるみたいに、より単純で具体的な処理になっていくわ。なるほど。階層の下にあるシステムほどシンプルな動作になるのだ。余談になるけど、シンガポールの地下鉄シンガポール MRT の路線図にはシステムマップと書かれているのよ。日本では路線図は路線図なのだ。路線図は全体の鉄道路線を色の違いで各路線に分解して、さらに路線を各駅に分解しているからシステムと言えるわね。そう言われれば路線図はシステムなのだ。ここまでのまとめよ。一つ目はシステムはより小さなサブシステムに分解できるということね。分解すると複雑なシステムがどんどんわかりやすくなるのだ。二つ目は分解したシステムは階層構造を持つことね。システムの階層を見るとシステムの構造が目で見てわかるようになったのだ。ずんだもん、ここまでついてこれたかしら？話が難しくなってきたけど OK なのだ。後編ではこの動画で学んだシステムの考え方の応用として情報の整理術について解説するのよ。お楽しみに。